皇帝の贈り物。人食い島の王がビクトリア女王に向かって銃面を作り、あるヨーロッパの君主がその偉業を称える祝辞で電信戦を沸かせた時、イングランドが覚えた憤りはその驚きに劣らぬものだった。この種の出来事はその後ほど当たり前のものではなかったからだ。だが祝辞に続いてそれに重みを添えるべく特別な意味を持つ贈り物が贈られるらしいと知れ渡ると、白い君主も黒い君主も揃って正気を失ったのだという推断が幅を利かせた。何しろその贈り物というのが比類なき値打ちの真珠、かつてポリネシアの送信具から英国の海軍等によってもぎ取られ、英国王室からそのヨーロッパの君主へと贈られたもの。その君主がこれ幸いとそれを元の持ち主へ返そうというのである。この一件はほんの数週間後であれば新聞各紙にとって天の恵みとなったことだろう。6月の時点でも社説、当初、大見出し、活字の組み込みがあった。デイリー・クロニクルなど文芸欄の半分を割いて九段の島の首都の魅力的な素描を載せ、一方新生ポール・モールは地口を冠した社説で政府にその首都を木っ端みじんに吹き飛ばせと進言する始末だった。当時の僕は貧しいながらも恥じることのないペンを走らせる身で、この時の話題に駆り立てられて風刺詩を一点ものし、それがこれまでに書いたどんなものよりマシな場所を勝ち得たのだった。僕は町の住まいを貸しに出し、ひとえに川への指針なき情熱を口実にテムズ・ディットンに安手の宿を構えていた。上出来だよ、いいかい君。とラフルズは言った。彼はわざわざ僕を訪ねて来ずにいられなかったのだ。僕が貝を漕いで舵を取る間、ボートの中で身を持たせかけながら、これで結構な額を払ってくれるんだろうね。1ペニーもくれないよ。バカなバニー、確か相当いい香料を払うんじゃなかったかい。待っていればコミーってが届くさ。いや、届きやしないさ。と僕は陰気に言った。乗せてもらえる名誉で満足するしかないんだ。編集長がはっきりそう書いてよこした。と言い足した。だが、その御人の高名な名前は伏せておこう。まさか、もう香料の催促をしたなんて言うんじゃないだろうね。いや、それこそ僕が認めたくなかった最後のことだった。だが、僕はそれをやってしまっていた。秘密はバレてしまった。これ以上隠しても仕方がない。僕が金の催促をしたのは、心底それが入り用だったからだ。どうしても知りたいなら言うが、僕は忌々しいほど金に詰まっていた。ラフルズは、もうとっくに承知しているとでも言うようにうなずいた。僕は身の上の嘆きに熱が入ってきた。分断の駆け出しの一匹狼として、人並みに踏みとどまるのは、容易なことではなかった。僕に言わせれば、成功するには、僕の文章はうまくもなければ、十分に下手でもないのが恐ろしかった。文体を求める、必要で実りなき思いに、僕は苦しんでいた。韻文なら何とかなる。だが、それは金にならない。個人消息欄や、もっと卑しいジャーナリズムに身を落とすことは、僕にはできなかったし、する気もなかった。ラフルズは再びうなずいた。今度は、身を持たせかけて僕を見守りながら、その目に笑みをとどめてのことだった。僕が身を落としてやってきた他のことを、彼が思い浮かべているのは分かったし、これから何を言おうとしているのかも、分かった気がした。それは前にも何度も口にされた言葉で、きっとまた言うに違いなかった。僕は答えを用意していたが、どうやら本人は同じ問いを繰り返すのに飽きていたらしい。まぶたが下がり、落としていた新聞が取り上げられた。そして僕がハンプトンコートの古い赤レンガの塀一粒も漕ぎ進むまで、再び口が開かれることはなかった。それなのに、これに何もくれないとはね。ねえ、バニー、これは絶品だよ。韻文として優れているだけじゃない。君の主題を化粧させ、一言に凝縮している。確かに、君はこの僕にこれまで知っていた以上のことを教えてくれたよ。だが、本当に5万ポンドの値打ちがあるのかい？たった一つの真珠に。10万だと思うよ。だが、それでは隠密が合わないんだ。10万ポンド。とガフルズは目を閉じていった。そして僕はまたしても、何が来るかを見て取った気でいた。だが、またしても見当違いだった。それだけの値打ちがあるなら、と彼はとうとう叫んだ。到底裁きようがないな。ダイヤモンドのように切り分けるわけにもいかない。
だがすまないバニー。つい忘れていたよ。そうして皇帝の贈り物のことはそれきり話題にしなかった。誇りは殻の懐で育つもので、どんな窮乏も僕がラフルズの口から出るものと予期していたあの提案を僕から引き出しはしなかった。僕の予期は半ば希望でもあったのだ。それを今になってようやく自分でも悟った。だがラフルズが忘れたふりをしているもの、僕の変節、僕の美徳への転落、彼が好んでそう呼んだもの、それにも二人は再び触れることはなかった。二人ともいくらか口数少なく、いくらかぎこちなく、それぞれが自分の物思いに沈んでいた。会わずにいたのは何ヶ月ぶりかで、その日曜の晩11時近くに彼を見送った時、これからまた何ヶ月ものは彼になるのだろうと僕は思った。だが汽車を待つ間、僕は駅の灯火の下であの澄んだ目がこちらを覗き込んでいるのに気づいた。そしてその視線を受け止めると、ラフルズはかぶりを振った。顔色が冴えないな、バニー。と彼は言った。僕は元からこのテムズバレーは信用していないんだ。君には天地がいるよ。そうできればいいのだが、と僕は思った。君に本当に必要なのは船旅だ。それとサンモリッツでの冬かい？それともカンヌかカイロでもおすすめかい？どれも結構な話だがね。ジェイ、だが僕の懐具合のことを話したのを忘れたのかい？何も忘れちゃいない。ただ君の気持ちを傷つけたくないだけさ。だがいいかい、船旅には君を連れて行く。僕自身気晴らしがしたいんだ。君は僕の客として一緒に来ればいい。7月を地中海で過ごそう。だが君はクリケットがあるじゃないか。クリケットなんかクソくらいだ。まあ君が本気だと言うなら。無論本気さ。来るかい？ぜひとも君が行くなら。そして僕は彼の手を握り、別れにこの手を振った。どうせこの件は二度と耳にすることはあるまいとすこぶる上機嫌に思い込みながら、それは過ぎゆく一年に過ぎず、それ以上でも以下でもなかった。だが僕はほどなくしてそれ以上であってくれと願うようになった。その週のうちにいっそ永久にイングランドを出てしまいたいと願う自分がいた。僕は何の稼ぎもなかった。住まいに払う家賃と、その季節の間家具付きでまた貸しした家賃との差額でかろうじて食いつなぐほかはない。そしてその季節も終わりに近づき、町では債権者たちが僕を待ち受けていた。完全に正直でいることなど果たしてできるのか。懐に金があった頃は僕は一つもつけで買い物などしなかった。あからさまに不正直である方がかえって卑しくないようにすら僕には思えてきた。だが無論ラフルズからはそれきり何の音沙汰もなかった。1週間が過ぎ、もう半週間が過ぎた。それから2度目の水曜の夜遅く、僕は街で虚しく彼を探し回り、今だ席を置く唯一のクラブで焼け気味の食事をとった後、宿に彼からの電報が届いているのを見つけた。ウォータールー発北ドイツ5度の特別列車を手配せよ。と彼は打電してきた。来週月曜午前9時25分発、サウサプトンのウランの戦場で切符を持ってます。追って手紙を書く。そしてラフルズは果たして手紙を書いてよこした。なかなか軽妙な手紙だったが、僕のこと、僕の健康と将来のことを真剣に気遣う言葉に満ちていた。それは二人の過去の関わりに照らせば、そしてその関わりが完全に断たれゆく黄昏に照らせば、ほとんど胸を打つ手紙だった。ナポリ行きの寝台を2つ予約したこと、行き先はカプリ島で、そここそまさしくロートス食いの島であること、2人でそこで日向ぼっこをしてしばし忘れようと書いてある。それは魅力的な手紙だった。僕はイタリアを見たことがなかった。その手ほどきの栄誉は彼が引き受けてくれるという。夏にイタリアへ行くなどとんでもないと考えるほど大きな誤りはないと。ナポリ湾はこれほど神々しい季節はなく、裏ぶれた妖精の国のことをまるで詩がペン先から一人手にあふれ出るかのように書き綴っていた。地上の3分に話を戻せば、ドイツの船を選ぶとは愛国心に欠けると僕は思うかもしれないが、他のどの船会社でもこれだけの金でこれだけの待遇と設備は受けられないと。そこには
もっとマシな理由のほのめかしもあった。ラフルズは電報と同じくブレーメンから書いてよこしていた。そして僕は察した。当地の当局に多少のつてを個人的に使った結果、2人の運賃が実質的に値引きされたのだろうと。僕の興奮と歓喜たるや想像してくれたまえ。僕はなんとかテムズ・ディットンの借りを払い、しがない編集者から極しがない小切手を、仕立て屋からはもう一着のフランネルの服を絞り出した。航海中ラフルズが吸うようにと、最後のソブリン金貨を崩して、サリバンのタバコを一箱買ったのを覚えている。だが、僕の心はその月曜の朝、財布と同じくらい軽かった。不公平な夏の、一番公平な朝、特別列車が陽光の中を抜けて、僕を海へと運んでいったのだ。サウサンプトンでは連絡船が僕を待っていた。ラフルズは船には乗っておらず、僕も定期船の潜伏に着くまでは本気で探しはしなかった。そしていざ探してみても一向に見当たらない。手すりに縁取る大勢の顔の中にその顔はなかった。共に手を振る数少ない手の中にその手はなかった。僕はにわかに重い気持ちで乗り込んだ。切符も持たず、それを買う金もない。自分の船室の番号すら知らない。給仕係を呼び止めて、ラフルズという人物が乗っているかと尋ねたとき、僕は生きた心地もしなかった。ありがたい。乗っていた。だが、どこに？その男は知らず、明らかに別の用の途中で、僕は自分で探しに行くしかなかった。だが、遊歩甲板にも姿はなく、下の食堂にもいない。喫煙室は、赤い口ひげの先を目元へひねり上げた小柄なドイツ人がいるきりで空っぽだった。当人の船室にもラフルズはいない。僕は途方に暮れてそこへの道を尋ねていったのだが、荷物に記されたまさしくその名を目にしたのは確かにさらなる安心の種ではあった。とはいえ、なぜ本人が表に出ずにいるのか僕には合点がいかず、その説明には不吉な理由ばかりが思い浮かぶのだった。いやあ、そこにいたのか。船中君を探し回っていたんだぞ。刻みつけられた禁止の文字をよそに、最後の頼みの綱として僕は環境を試してみた。すると果たしてそこに A.J. ラフルズがいた。天窓に腰掛け、士官用の長椅子の一つに身を乗り出している。その椅子には白い厚地木綿の上着とスカートの娘が身を横たえていた。青白い肌に黒い髪、そしていささか目を引く瞳を持つほっそりした娘だ。彼が立ち上がってさっと振り向くまでに僕が見て取ったのはそれだけだった。その後はもう巧みに装われた驚愕の身振りに先立つあの素早いしかめ面のほか何も考えられなかった。おやパニーじゃないか。とラフルズは叫んだ。一体どこから湧いて出たんだ。彼が僕の手をつねる中、僕は何やら口ごもった。君もこの船に乗るのかい。しかもナポリへ。やはやこれは驚いた。ワーナー城を紹介してもよろしいですか。そして彼は顔色一つ変えずにそうした。僕を何ヶ月も会っていなかった古い学友だと言い、わざとらしい状況説明と余計な細部まで添えるので、僕はたちまち困惑と疑念と反発でいっぱいになった。僕は自分たち二人分の恥に顔をあからめるのを感じたら、もうどうでもよかった。話術はすっかり僕を見捨てて、僕はそれを取り戻して場を取り繕おうとする努力もまるでしなかった。僕にできたのは、ラフルズが実際に僕の口に押し込む言葉をもごもごとつぶやくことだけで、それもいかにもつまらなそうな様子でだったに違いない。では乗客名簿で僕の名前を見て探しに来てくれたわけだ。さすがはバニーだ。だがいっそ僕の船室を一緒に使わないか。遊歩甲板にとびきりの一室を取ったんだが、一人で使わせてくれるとは約束してくれなくてね。誰か見ず知らずのやつを押し込まれる前に話をつけておくべきだ。いずれにせよここからは退散しないとな。操舵手が操舵室に入ってきていて、僕たちが話している間に水先案内人が環境を引き継いでいた。僕たちが降りていくと、連絡船はハンカチを振り、甲高い別れの声とともに離れていった。そして遊歩甲板でワーナー城に会釈すると、足の下に深く緩やかな鼓動が伝わってきた。こうして僕たちの航海は始まったのだった。ラフルズと僕の間ではそれは愉快には始まらなかった。
甲板の上では彼は無理強いめいた。それでいて押しの強い陽気さで僕の堅くなな当惑をねじ伏せた。だが船室ではもう手加減はなかった。このおバカ者が、と彼は歯を向いた。またしても僕のことをばらしてくれたな。どうやって君のことをばらしたって？僕は彼の最後の言葉に込められたそれとは別の侮辱は聞き流した。どうやってだと、偶然に出くわすつもりだったってことくらい、どんな間抜けになって分かりそうなものだ。切符を両方とも君自身は取っておきながら？船の連中はそんなことは何も知らない。それに切符を取った時はまだ決めちゃいなかったんだ。だったら決めた時に僕に知らせるべきだったろう。君は計画を立てておきながら一言も言わず、僕が生まれつきの勘でそれを察するものと当てにする。君が何かを企んでいるなんて僕にどうしてわかるんだ？僕はいくらか効き目のある反撃に出ていた。ラフルズはほとんど神戸を垂れんばかりだった。身を言うとな、バニー、僕は君に知られたくなかったんだ。君は、年を取ってすっかり信心深いウサギになってしまったからな。僕のあだ名と彼の口ぶりは僕をなだめるのに大いに役立った。他のこともいそう役立ったが、それでも僕には彼に許してやるべきことがまだたんとあった。手紙を書くのが怖かったのなら、と僕は続けた。僕が船に足を踏み入れたその瞬間に合図をよこすのが君の務めだったはずだ。僕はちゃんと受け止めたよ。僕はそこまで貧困法制なわけじゃないんだ。僕の思い違いだろうか。それともラフルズはいくらか決まり悪そうに見えただろうか。もしそうなら、それは僕が彼を知る長い年月の中で最初で最後のことだった。いや、今でもそれを誓って言えるわけではない。それこそ、と彼は言った。僕がやろうとしていたまさにそのことさ。自分の部屋で待ち伏せて、君が通りかかったところを捕まえるつもりだった。だが、もっといい相手にかかずらっていたわけだ。言い方を変えてくれ。あの魅力的なワーナー城かい？彼女は実に魅力的だよ。大抵のオーストラリア娘はそうさ。と僕は言った。どうして彼女がそうだと分かった？と彼は叫んだ。話すのを聞いたからさ。ひどいやつだ。とラフルズは笑いながら言った。彼女には君と変わらないくらい訛りなんてないぞ。今ドイツ系でドレスデンの学校に通っていて、今は一人で帰国する途中なんだ。金持ち近い？と僕は尋ねた。うるさいやつだ。と彼は言った。そして笑ってはいたものの、ここらが話題を変える潮時だろうと僕は思った。まあ僕たちに他人同士を演じさせたかったのはワーナー城のためじゃないんだろう。それより深い魂胆があるんだろう。あると言っておこう。ならそれが何か話してくれても良さそうなものだ。ラフルズは僕がよく知るあの昔ながらの用心深い吟味の眼差しを僕に向けた。何ヶ月もぶりに見るそれがあまりに見慣れたものだったので、僕はつい笑みを浮かべてしまった。それは彼を安心させたかもしれない。なぜならおぼろげながらも僕はもう彼の企てを察していたからだ。水先案内人のボートで逃げ出したりはしないだろうな、兄。まさか。では、君が詩に書いたあの真珠を覚えているね。僕は彼が酔えるのを待たなかった。手に入れたんだな。と僕は叫んだ。顔が燃え立った。ちょうどその瞬間、船室の鏡にそれが映るのを目にしたからだ。ラフルズは不意をつかれたようだった。まだだ。と彼は言った。だが、ナポリに着く前に必ず手に入れるつもりさ。船に積んであるのか？あ。だが、どうやって、どこに、誰が持っているんだ？小柄なドイツ人士官だ。口ひげを垂直にひねり上げた生意気な小僧さ。喫煙室で見かけたよ。そいつだ。いつもあそこにいる。乗客名簿を見れば、ヴィルヘルム・フォン・ホイマン陸軍隊とある。さて、そいつが皇帝の特使で真珠を運んでいるのさ。これをブレーメンで突き止めたのか？いや、ベルリンでだ。あそこの知り合いの新聞記者からね。白状するのも恥ずかしいが、バニー、僕はわざわざあそこまで出向いたんだ。僕はどっと笑い出した。恥じることはないさ。君はまさに、先日の川の上で、君が言い出してくれるんじゃないかと、
僕が密かに期待していたことをやろうとしているんだからね。期待していたんだって。とラフルズは目を見開いていった。まったく、今度は彼が驚きを見せ、僕の方が実際に感じている以上に恥じる番だった。はあ、と僕は答えた。あの考えにすっかり乗り気だったよ。だが、僕の方から言い出す気はなかったんだ。それでいて、先日の僕の話には耳を傾けるつもりだったと。無論そのつもりだった。僕はそれを包み隠さず彼に話した。分かってくれ、ずうずうしくではない。この後に及んでも、王権そのものを楽しむ男の意気込みを持ってでもない。むしろ、堅くなに、ふてくされたように、歯の間から絞り出すように、正直に生きようと試みて、しくじった男として、そして、話のついでに、僕はもっと多くを彼に語った。多分、なかなか雄弁に、僕は自分の絶望的な戦いと、避けられぬ敗北の一部始終を彼に聞かせた。僕のような前歴の男にとって、それは絶望的で避けがたいものだった。たとえその前歴が、ただ自分自身の魂の中にのみ刻まれていたとしてもだ。それは、正直者になろうとする泥棒の、ありふれた物語だった。それは天の断りに逆らうことで、それでおしまいなのだ。ラフルズは僕に全く同意しなかった。彼は僕の月並みな見方に、かぶりを振った。人間の本性とは、市松模様の盤のようなものだ。なぜ、黒と白が交互に並ぶことに、折り合いをつけられないのか。なぜ、舞台の上の、あるいは古めかしい小説の中の僕たちの先祖のように、何もかも一色であろうと望むのか。彼自身はといえば、盤の上のどのマス目でも楽しんでいるし、影があってこそ、一層光が好ましいのだ、と。僕の結論も、彼は不条理だと考えた。だが、君が過つのは結構な顔ぶれと一緒にだよ、バニー。同じざれ言を解く安手の同学者ども揃ってさ。もうベルギリウスこそ、その手合いの中でも最初の一番立ちの悪い罪人だがね。僕は、その気になればいつでもアベルヌスの淵から這い上がってみせると、自分にかける。そして遅かれ早かれ、永久に這い上がってみせるさ。なるほど、僕は、そうそう自分を有限責任会社に変えるわけにはいかない。だが、引退して身を落ち着け、その後は末永く清廉に暮らすことだってできる。それもこの真珠一つで成し遂げられないとも限らないな。では、もう売るには流し入れすぎているとは思わないんだな。漁場でも手に入れて、他の雑魚と一緒に釣り上げたことにすればいい。何ヶ月もの不良続きの果てに、ちょうどスクーナ船を売り払おうかという時に、それが上がってきたとね。いや、太平洋中の語り草になるぞ。とにかく、まずは手に入れなくては。このフォンなんとかってやつは、手強い相手なのか？見た目以上にな。それに悪魔のような図太さの持ち主だ。彼がそう言った時、白い厚地木綿のスカートが開いた船室の扉の前をひらりと過ぎ、その向こうにひねり上げた口ひげがちらりと見えた。だが相手にしなきゃならないのは本当にそいつなのか？真珠は事務長が保管しているんじゃないのか？ラフルズは扉のところに立ち、ソレント海峡を睨んで眉を潜めていたが、一瞬こちらを向いて鼻を鳴らした。ねえ君、あれだけの宝石が船に積んであると船の乗組員全員が知っていると思うのかい？君はあれが10万ポンドの値打ちだと言ったね。ベルリンでは値のつけようがないと言っている。船長自身、フォン・ホイマンがそれを身につけていることを知っているかどうかも怪しいものさ。で、そいつが身につけているのか？そうに違いない。では、僕たちが相手にするのは、そいつ一人だけだな。彼は、一言も言わずに答えた。白いものが再びひらりと前を過ぎていき、ラフルズは一歩踏み出して、遊歩する三人目になった。僕は、北ドイツ、ロイドのウーラン号より立派な汽船に乗りたいとも、その船長より心優しい紳士に、あるいはその士官たちより人柄の良い連中に出会いたいとも思わない。せめてこれだけは、潔く認めておこう。僕はこの後悔が嫌だった。それは、船に関わる誰のせいでもなかった。単調なほど理想的だった天候のせいでもなかった。その理由は、僕自身の心の中にすら宿ってはいなかった。両親と僕は、ついに離縁し、その判決は確定していた。両親の呵責とともに、
一切の恐れも消え去り、僕はラフルズその人さながらの軽やかな超然たる心持ちで、明るい空ときらめく海の間で戯れる気でいた。それを妨げたのは他ならぬラフルズ自身だった。だがラフルズだけではなかった。それはラフルズと学校から帰る途中のあの植民地生まれのおてんば娘だった。ラフルズが一体あの娘のどこに惹かれたのか。いや、それを言っては元も子もない。無論彼が見たものは僕が見たもの以上ではない。だが僕を苛立たせるため、あるいは僕の長期にわたる離反を罰するためか、ラフルズは僕に背を向け、サウサンプトンから地中海までこの小娘にかかりきりになるのだった。二人はいつも一緒だった。あまりに馬鹿げている。朝食が済むと始まり、夜の11時か12時まで続けるのだ。あの娘の鼻にかかった笑い声か、さもなくばその耳元で甘いたわごとをささやく男の静かな声が聞こえてこない時間など一刻もありはしない。無論たわごとに決まっている。ラフルズのような男、世間を知り抜き女についての経験も豊かな男、その性格のこの一面に僕はわざと触れずに来た。それだけでもう一巻を費やすに値するからだ。そんな男がふわふわした小娘相手に来る日も来る日もたわごと以外の何を話せるというのか。僕は何があっても不公平なことは言いたくない。あの若い娘に取り柄があったことは認めたと思う。なるほど、その目はまことに見事だったし、確かにあの小さな浅黒い顔の輪郭は、まあただの輪郭が人を見する限りにおいて魅力的だった。羨むべき健康と気概と活力もあって、僕の好みより少々大胆すぎたことも認めよう。この若い令嬢の言葉を僕は一つも書き留める折がないかもしれない。とても書き留めるに耐えないだろうから。だからこそ不当に扱わずに描写したいと一層気を配っているのだ。あの娘にいくらかの偏見を抱いていたことは白状する。ワーナー嬢がラフルズの心を掴んだことが僕は面白くなかった。そのせいで僕は日に日に彼に会う機会が減っていったのだ。白状するのは情けないことだが、僕の胸の内には嫉妬とよく似た何かがわだかまっていたに違いない。もう一方でも嫉妬がくすぶっていた。露骨で激しく見苦しい嫉妬が。フォン・ホイマン大尉は口ひげを2本の先頭にひねり上げ、白いカフスを指輪の上にぐいと突き出し、縁なし眼鏡越しに僕を呆然と眠めつけるのだった。僕たちは互いに慰め合って叱るべきだったが、一言も言葉を交わすことはなかった。大尉は片方の方にハイデルベルク時代の置き土産である人殺しのような傷跡を持っていた。そして僕はよく思ったものだ。こいつはラフルズをここへ引きずり出して同じ目に合わせてやりたくてさぞうずうずしているに違いないと。フォン・ホイマンとて全く出番がなかったわけではない。ラフルズは彼が調子に乗りかけたところを打ち取る意地の悪い楽しみのために一日に何度も彼を打席に立たせてやった。ドイツの船でドイツ人にひどい振る舞いをしていると空とぼけて僕がなじった時、彼はそう言ったのだ。船で人に嫌われるぞ。フォン・ホイマンに嫌われるだけさ。だがこっちが出し抜かなきゃならない相手なのに、それで利口と言えるのか？僕がこれまでやった中で一番利口なやり方さ。あいつと親しくなっていたら命取りだったありきたりの手だからな。僕は慰められ励まされほとんど満足だった。僕はラフルズがことをなおざりにしているのを案じていたので、それを一息に彼にぶちまけた。もうじきジブラルタルだというのに、ソレント海峡以来一言の話もないと彼は笑みを浮かべてかぶりを振った。時間はたっぷりあるよ、バニー、たっぷりとね。ジェノバに着くまでは何もできないんだ。それも日曜の夜にならなければ着かない。航海はまだ若いし、僕たちも若い。できるうちにせいぜい楽しもうじゃないか。それは夕食後の夕歩甲板でのことだった。ラフルズはそう言いながら船首から船尾まで鋭く目を走らせ、次の瞬間にはいかにも目的ありげな足取りで僕の元を離れていった。僕は喫煙室に引き上げ、炭でタバコを吸い、本を読み、そしてフォン・ホイマンを見張った。彼もほどなくビールを飲み、
別の隅で不機嫌に黙り込みにやってきた。真夏に航海をあえて渡ろうという旅人は少ない。ウーラン号は実にガラガラだった。とはいえユーゴ甲板の船室の数には限りがあって、それがちょうど僕がラフルズの部屋を共にする口実になった。下なら一人で一室持てたのだが、僕は上にいなくてはならない。ラフルズがその点はぜひとも言い張るようにと僕に念を押したのだ。そういうわけで僕たちは一緒にいた。怪しまれることもなく、もっとも僕に見える目的もないままに。その日曜の昼下がり、僕は寝台の下段ので眠っていた。すると寝台のカーテンがゆすられた。ラフルズが長椅子の上でシャツ一枚になって座っていた。寝台でふてくされるアキレスってわけか。他にすることがあるかいと僕は伸びをしてあくびをしながら彼に尋ねた。だがその口ぶりの上機嫌に気づいて、僕も精一杯それに合わせようとした。他にすることを見つけたのさ、バニー。そうだろうとも。誤解しているな。あの生意気な小僧は今日の午後を見事にセンチュリー100点を決めつつあるところさ。僕には別に料理すべき魚があったんだ。僕は寝台の縁から足を振り出し、彼と同じように身を乗り出して座り、すっかり耳をそば立てた。内側の扉、格子戸だは閉ざされ、缶抜きが刺され、開いた幻想と同じくカーテンが引かれていた。日没前にはジェノバに着く。とラフルズは続けた。あそここそことを成し遂げなきゃならない場所さ。ではやはりやるつもりなんだな。やらないなんて僕が言ったかい。どっちともほとんど言わなかったじゃないか。わざとそうしていたのさ。ねえバニー、なぜ無用な商売の話で楽しい旅を台無しにする。だがいよいよその時が来た。ジェノバでやるか、さもなくば一切やらないかだ。陸の上で？いや船の上だ。明日の夜にね。今夜でもいいが、不守備の時に備えて明日の方がいい。もし手荒な真似を使わざるを得なくなっても、一番早い汽車で逃げられる。そして船が出るまで、フォン・ポイマンが死んでいるか薬で眠らされているのが見つかるまで何も知れずに済む。殺すんじゃないだろうな。と僕は声を上げた。無論殺しはしないさ。とラフルズは受け合った。さもなくば僕たちが逃げる必要もない。だがもし逃げる羽目になったら海洋の朝が頃合いだ。何が起ころうとその朝にはこの船は出航しなくちゃならないからな。とはいえ手荒な真似になるとは思っちゃいない。暴力とは恐ろしく無能であることの告白なんだ。この長い年月の間、僕が人に手を挙げたのを君は何度知っている。ただの一度もないはずだ。だが、いざとなったらいつだって相手を殺す覚悟はできていたよ。